やばいのだ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 。お前はこれで死ね。ずんだもんどうしたの？足りないのだ。いきなりどうしたの？足りないのだ。何が？これなのだ。パソコンの C ドライブの容量が限界を迎えてるのだ。それはまずいね。動作が重くなったりファイルの移動に時間がかかるようになったんじゃないの？その通りなのだ。でもずんだもん、そういう時は SSD をクローンして新しい SSD に入れ替えれば容量を増やすことができるよ。そうなの？そうだよ。今からやり方を教えるから見ててね。は？ってことで今回交換するために買った SSD はこれだよ。エイサープレデター SSD2TB だよ。プレデター。こっちのプレデターじゃないね。違うの？プレデターは有名なメーカーであるエイサーのブランドで SSD などを格安で販売しているよ。なるほどなのだ。今回はこれを購入したから交換していくよ。何をしてんの？何をしてんの？っていう茶番は置いといてさっさと開封するよ。中には説明書が入ってるよ。クローンするときにはこういった USB で使えるエンクロージャーを持っておくと便利だよ。今入ってるのは何なのだ？これは普段ゲームとかを入れてる SSD だよ。エンクロージャーのために一旦拝借するよ。で、ここに今回買った SSD を入れていくよ。このエンクロージャーは止めるのが楽そうなのだ。あとは USB につないで PC 側に読み込ませれば OK。 PC につないでディスクの管理を押すとこんな画面になるから画面の通りにやれば OK。 これで OK。 あとはクローンしていくよ。 USB に接続してる状態の SSD の速度を測ってみたよ。これがどのくらい速くなるか楽しみだね。ますね。お次はクローンだよ。クローンにはクローン界隈おなじみのミニツールシャドウメーカーを使っていくよ。クローン界隈って何なのだ？でもここで注意点。このミニツールシャドウメーカーには難点があって、ソフトのバージョンが 4.2 以上だと画面のように有料版を購入しろって出てくるよ。わざわざ買いたくないのだ。そこで対処法として 4.2 以下のバージョンを入れて無料でクローンしていく方法を紹介するよ。まずはじめに概要欄に貼ってある Act2Down のサイトに飛んでね。その後ダウンロードをクリック。ダウンロードが完了したらそのファイルを開くよ。開いたらインストーラーが出るから日本語で OK。 同意するを押して次。あとは画面の通りだよ。できたら完了を押してソフトを起動しよう。左のこのコンピューターを選択。バージョン 4.4 がリリースされましたと出てきたら必ずいいえを押してね。いいえを押さないと有料版に飛ばされちゃうよ。開いたら右上のツールをクリック。その後左下にあるディスククローンをクリック。クリックしたらこのような画面になるからソースディスク左がもともと使ってた SSD ターゲットディスク右お新しく買った SSD にして OK を押すよ。この後1から3時間くらいでファイルのクローンが完了するよ。最後電源を切りますかと聞かれたらはいを押して電源を切ろう。切ったらいよいよパソコンを分解して SSD を交換していくよ。これが主のメインパソコンだよ。まさかノートパソコンがメイン PC なのだ。その通り。動作が重そうなのだ。うわ、一気に開けたのだ。多少はしょったよ。バッテリーからのコネクタをちゃんと抜いてから作業しようね。これで前に入ってた M.SSD は抜けたよ。あとは新しくクローンした方を入れて元に戻せば完了。
あとは起動確認だよ。これで電源が入らなかったら終わりだよ。無事電源は入ったみたいなのだ。ちゃんと Windows 11の画面が表示されたのだ。クリスタルディスクマークを回してみるよ。USB で繋いだ時より速くなったね。このパソコンは PCIe 3.0 までしか対応してないから上限がだいたい 3000Mbps くらいで限界で、それの割には速度はギリギリ出てるのかもしれないね。ただ公式の表記には 7200Mbps とかって書いてあるから PCIe 4.0 で試した時に本当にその数値が出るのかも試してみたいね。この後エクスプローラーで見てみたらちゃんと 2TB くらい C ドライブに追加されてたよ。この後編集とか配信とかしてたけど動作が不安定になることはあまりなかったかな。ってことで今回は格安 SSD の紹介でした。皆さんもよかったら C ドライブを 100PB にしてみてね。いや多すぎるのだ。ってことでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございましたなのだ。